LGBT あるあるパート3ということで3回にわたってお届けしてきたあるあるネタも今回が最終回です。まだパート1とパート2を見てない人はそっちから見てくれるとありがたいです。このシリーズの内容は全て私の個人の意見です。私は LGBT の代表じゃないので違う考え方をする人もいっぱいいます。だから常に相手との関係の中で自分が何を言うべきか、どう言うべきかを判断してください。それは LGBT 関係なく皆さんが友達とか知り合いとか近所の人とか会社の仲間とかと話をするときに考えていることと同じことです。間違えることはありますので、間違えたらその時ちゃんと考えればいいと思います。幸せならいいと思うよ。許可をいただきありがとうございます。きっと LGBT は何か良くないものだという考えがあるんでしょうね。だから自分が許してあげなきゃと思っちゃうんだと思います。例えば有名な大企業に勤めてる人に幸せならいいと思うよって言いますか？掃除の仕事をしてる人に幸せならいいと思うよって言いますか？もし幸せじゃなかったらその人はその仕事を辞めるべきですか？幸せじゃない LGBT は LGBT を辞めるべきですか？ LGBT とセックスワーカーはよく幸せならいいと思うよと言われます。幸せじゃなくたって別に良くないですか？犯罪じゃないし人に迷惑かけてるわけじゃないよね。あなたいい人なんだろうけど、国がこれまで迷惑とか犯罪をどう扱ってきたかをちょっと見てみましょう。アメリカでは2003年まで州によってソドミー法と呼ばれる法律がありました。これはアナルセックスや口を使うオーラルセックスなどを禁じる法律です。アナルセックス、フェラ、クンニは犯罪だったんです。犯罪だから悪いわけじゃない。法律がおかしい場合もあるというのは LGBT に限った話ではありません。例えば長野オリンピックの時、日本は施設の建設のためにものすごい数の外国人を集めたんですけど、建設が終わったら一気に不法滞在だ、逮捕だって言って強制送還とかしたんです。彼らを必要としていた期間は逮捕せず、いらなくなったら追い出してしまう。つまり犯罪の一部はこうしていつでも逮捕できる状態にしておいて、都合が悪くなったらば逮捕する、そういうことができるようにできてるんです。迷惑というのも難しくて、例えば男女のカップルがイチャイチャしてるのを見るのはいいけど、男同士とか女同士のカップルがイチャイチャしてるのは迷惑だという人がいます。子供が見てるからとか言って子供のせいにして、その子供だって LGBT かもしれないのにね。まとめると、犯罪だとしても迷惑だとしても LGBT であることは別に悪いことではないです。 LGBT とか言っても同じ日本人だもんな。いつ私の国籍調べたの？発想は嫌いじゃないんです。そっちの世界はとか言わないで共通点を見出そうとしてくれてることは嬉しいんです。でも日本で生まれたけど日本国籍がない人とか、日本語が上手でパッと見も日本人のイメージと合ってる、でも日本人じゃない人とか、日本人のアイデンティティを持ってないという人とか、逆に日本人のイメージとは合わないけど日本人という人もいます。もちろんそういう人の中にも LGBT はいます。あなたに日本人だと思われたということは、多分その人はこれまでもずっといろんな人に日本人だと思われてきたと思います。あなたまでその人のことを決めつけないでください。これは LGBT 関係なく誰と話す時でも頭に入れておいてほしいことだと思います。群馬だと大変でしょう。どうなんでしょうね。このどこどこだと大変でしょうっていうやつは、海外に住んでた時はよく日本だと大変でしょうって言われたりとか、昼間の仕事によっては製造業だと大変でしょうって言われたりとかしたんですけど、あと在日コリアンのコミュニティだと大変でしょうって言ってる人も見たことあります。これなんで大変だと思うんでしょうね。多分 LGBT っていうのに都会的なイメージとかエリートなイメージっていうのがついてるからじゃないかなと思うんですけど、 LGBT の当事者にもそんなイメージを売りにしてる人はたくさんいますしね。あとはアメリカやヨーロッパが進んでて日本がその後ろにいて他の国はその後ろみたいなイメージもあると思います。でもイメージはイメージです。信じないでください。どんなところにも大変なことはありますし、どんなところにも楽しいことはあります。その中で嫌なことに嫌だと言ったりとかして抵抗している人たちはたくさんいます。どこどこだと大変でしょうって決めつけるのはそういう人たちに対して失礼なことだと思います。パート1、パート2、パート3とあるあるネタをお届けしてきました。これであるあるネタは一旦終わりです。ずっと LGBT の人、そうでない人と言ってきましたが、私はこの考え方があんまり好きじゃありません。LGBT かどうかとかに関係なく、人はいろんなことを性的にしたいと思ったりしてたり、あるいはしたくないと思ってたりします。本当に多様です。そこに性的指向、つまり男が好きか女が好きかとか両方好きかとかっていうのと、性自認っていう自分が男だと思うか女だと思うかみたいないう基準でもってバサッとカテゴリー分けするから、無理やりにそういう LGBT の人、そうでない人っていう分類ができちゃうんだと思ってます。本当は多様なのに LGBT というカテゴリーに押し込められて差別されてしまう。LGBT ではない人というのは国や世間にとって都合がいいことをすることが多いです。例えば結婚すれば扶養義務が生まれますし、出産すれば人口が増えます。育児や介護を個人がすれば
国や地方自治体の福祉のお金を節約できます。だから LGBT ではない人を制度は優遇しますし、 LGBT ではない人でなければいけないという規範が存在します。この規範には ED の男性とか子宮摘出をした女性とか、それに限らずいろんな LGBT ではない人も苦しめられていると思います。そもそも LGBT というカテゴリー自体が差別とセットです。もともと LGBT の人たちがいて、後から差別されるようになったというのは歴史の順番を間違えています。例えば同性愛者という言葉は120、30年前にアメリカでこういう人たちは同性愛者だというふうに全く違う種類の人みたいに扱われるようになって、その後病気扱いされたり犯罪として扱われたりとかした歴史があります。こういう性的指向とか性自認に注目してカテゴリー分けをするというのはたかだか100年ちょっとの流行りなんです。同性とセックスするような奴らは何かおかしい、私たちと違うという差別的な考えが先にあって、同性愛者というカテゴリーがその後できたんです。 LGBT という概念の歴史はもっと複雑ですが、とりあえず皆さんに知ってもらいたいのは LGBT というカテゴリー自体が差別とともに生まれてきたということ。そして性自認や性的指向という概念は人の性のほんの一部しか説明できないということです。人の性は多様です。 LGBT ではない人の性も多様です。 LGBT も LGBT じゃない人も様々な性の決まり事、規範、こうするべきだ、それはおかしいという世間の圧力を受けています。私たち全員の中からこいつらは LGBT って言って引き剥がすのも、その引き剥がした LGBT を特別に差別するのもそういう圧力の一つです。だから私は LGBT も LGBT じゃない人も私たちを苦しめる性の規範を一緒に変えていけたらいいなと思っています。パート3長くなりましたが、これでこのシリーズは終わりです。他にも毎週金曜日に LGBT フレンドリーな英会話動画をアップしてます。毎月9日にはクイアデーということでトピックを決めて英語や日本語で動画を出しています。ぜひチャンネル登録して他の動画も見てみてください。では。